今回は COB LED ライトの紹介だよ。コンパクトで熱を持たずに光が広範囲、強力磁石でどこでもつくよ。カラビナ付きで持ち運び簡単、三脚に対応、充電式なので使い勝手がいい。なぜか線抜きがついている。作業等に便利。ホームセンターで2000円ぐらいで売っているよ。でも Amazon だとやたらと安い。どちらもそっくり。明るさはホームセンターは500ルーメンで Amazon は800ルーメンと表記していますが、なぜか Amazon のライトは800ルーメンなのにホームセンターの500ルーメンより暗いライトだよ。どちらもマグネットついていますが Amazon はたまに外れるよ。目ではわからないがカメラで見ると Amazon のライトはフリッカーというちらつきがあるよ。いいやつが欲しかったらホームセンターの武蔵のライトがおすすめ。でも Amazon でも十分使えるよ。今回は夜釣りやキャンプ DIY の作業等に便利な COB LED ライトの紹介でした。今回は Amazon で売っている COB ライトの個体差を見てみようというわけで複数購入しました。1個225円。全部の箱に説明書とケーブルがちゃんと入っていました。ちなみに付属のケーブルは微妙なんだよね。見ての通り外観は全く同じです。この中でカラビナが閉じない個体がありました。では明るさを測ってみます。ホームセンターで買った武蔵のライトは500ルーメンで405ルクスと出ました。225円のライトは全部202ルクス1000ルーメンと歌っていましたが、250ルーメン相当と判断。まあ明るいけどね。では今回購入したライトに1番から8番までの番号をつけて今日の光で試してみます。どれくらい持つのか見てみましょう。50分経過。これは8番を除いてほとんど消えてしまいました。今度は中の光を見てみましょう。2時間経過しました。先ほど同様8番以外は消えてしまいました。今回は Amazon で売っている COB ライトの個体差を見てみようってことでしたが、個体差は8個買ったら1個優秀だったよという結果になりました。ダイソーであの COB ライト売っていました。あっちこっち探してやっと買えました。箱から出しました。やっぱりあれとそっくりです。というわけで並べてみました。左からホームセンターの武蔵、Amazon、ダイソーの順です。見た目の違いはカラビナの形状かな。ダイソーも同じようにスタンドがついていてマグネットでくっつきます。スイッチ長押しだとブースターってやつで250ルーメンで1時間、普通に1回押すと強で180ルーメンで 1.5 時間の使用です。三脚にも対応。明るさはまず武蔵の500ルーメン、お次は Amazon の謎のルーメンでダイソーです。250ルーメンでも十分明るく感じる。外に出ます。武蔵はこれくらいでダイソーはこれくらい。確かにちょっと光が届かない感じはしますが、手前を照らすには全然普通に使えます。値段が全然違うからコスパはかなりいいんじゃないかな。作業等にも便利なダイソーの COB ライトでした。今回はダイソーの COB ライトが夜釣りに使えるよ。330円です。売り切れが多いです。ダイソーの COB ライトは1個しか持ってないが Amazon の COB ライトは結構持っている。並べて照らしても遜色ないね。どれがダイソーかわからない。港だったらこの明かりに小魚が寄ってくるかもね。ちなみに明かりを動かしたら逃げるからね。この COB ライトはマグネットがあるのでここにもつく。実際に夜釣りでは役に立っています。いいね。小さくて軽いので邪魔にならない。自立するスタンドがあるのでそのままバケツに引っ掛けて使ったりできるよ。さあダイソーで釣りを楽しもう。今回はこのダイソーの COB ライトが数分で暗くなるって結構コメントが来ていたので、本当に数分で暗くなるのか検証します。長尺動画では武蔵のライトと比較しながら撮りましたが、ショートなのでダイソーのみでいきます。まずは長押しのブースターから。このくらいの明るさ。15分経っても明るさは変わりませんでした。今度はスイッチ1回押した今日の光。10分経ちました。ちょっと落ちたかな。今度は弱の光。1分ぐらいで暗くなってきたぞ。いやー弱がやばいね。弱をもっと見てみよう。今度は10分つけたままの弱でね、外に出ます。やっぱり暗いね。でももう一度つけ直してみると明るいじゃねえか。つまり弱だとこの光が10分後にここまで落ちる。個体差があると思うので全部とは言いませんが、俺の買ったダイソーの COB ライトはちょっと残念なところがありました。皆さんもちょっと確認してみたらいいんじゃないかな。